皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はついに重い腰を上げてやっていきたいと思います。いやですね、私、このアクアリウムをしていまして、このテナント部屋、賃貸物件をね、借りております。で、この部屋ももう解約ということで、そろそろね、さすがに準備をしていかないといけない。ちょいちょいやってるんですが、なかなか身が入らないんですよね。それとですね、この20畳の部屋ということで、かなり広い、部屋で私、アクアリウムとか植物楽しんでました。で、この20畳から私の自宅の 4.5 畳に戻るっていうことになりますので、いや、果たしてこれね、どれぐらい持っていけるか、できる限り最大限持っていこうとは思っておるんですが、これがどうなるのかっていうのが、私もまだ読めないという状況なんです。欲しいもんあったらね、全然もう持って行ってくださいっていうぐらいはい、もう不要なものだらけでして、ただですね、やっぱりこの植物、アガベとか開墾系の植物っていうのは結構好きで集めておりますので、この辺はね、絶対全部持っていきたいっていう、そういう思いでいています。あとはこういうね、開墾系以外にも天井からこう吊るしているような植物とか、こういうのもありますので、その辺をね、いかに 4.5 畳に収納するのかっていうのが、なかなかこういいアイデアが思い浮かばなくて、こうためらってるっていうね、そういうところもあります。で、現状はこんな感じ。はい、かなりひどい状態です。これも当然で、棚に置いてたものとかをとりあえず一旦ね、棚壊して地面に置くということをしておりましたので、こうなってはね、本当にほとんど作業ができないんですよね。はい、ということで、一刻も早く移っていきたいっていうことなんですが、現状の私の 4.5 畳の自宅の部屋がこちら。こんな感じでですね、書斎兼、そして、子供部屋として使っているような状態になります。多少整理はしている状況ではありますが、まだまだね、いろんなものがあると、そんな状態です。子供部屋としても使ってましたので、私の子供がね、描いた絵とかをこんな風に壁一面に飾ってるんですよね。いやー、これ剥がすのちょっとなと思いながら、はい、そのままにしてたりだとか、シールがね、こんな風に残ってたりするんですよね。もういかにも子供部屋っていう感じだと思います。こういうのを、なかなかね、ちょっとこう片付けるのもなと思いながら、はい。で、デスクっていうのも、こんな感じでですね、雑然としてる。いや、これもね、結構気になるところなんですよね。もともとの 4.5 畳でもこのデスク使ってたんですが、これもね、ちょっと片付けるかもしれませんで、あとね、もう一つ一番最大のポイントがこの床です。いや、これ正直気になりますよね。これ見た目がっていうよりも、やっぱり普通のね、これフローリングの床になります。多分これなんかマンション用のフロアかなんかで割と硬くてね、丈夫ではあるんですよね。かなりこう水槽からこぼれた水とかもあったんですけど、ほとんどね、跡形もなかったので、割と丈夫ではあります。ただですね、やっぱりね、このアクアリウムって水漏れが心配じゃないですか。正直そこが怖かったので、このね、賃貸物件借りるっていう決断をしたっていう理由もね、一点あったんですよね。で、賃貸物件ではこんな風にこれ水受けとして、私作りまして、いや、このね、安心感本当に半端ないんですよ。もうたびたび私、水だいぶこぼしてるんですけど、もう一切ね、これが、外に響いたりとか、開花にね、迷惑かかるっていうのはもうありませんでした。幸い致命的な見積もりっていうのはなかったので、正直いいかなっていうのも一瞬迷ったんですけど、やっぱりここもね、対策をしていこうと思っています。はい、ということで今回は移行計画のその1として、水漏れ対策をしていこうというふうに思います。はい、そこで今回使うのがこちらになります。はい、こちらのコンクリート調のフロアパネルになります。はい、これはですね、私が以前、使っていた、テナント部屋で使っていたものなんですが、こいつをですね、今回再利用していこうと思っています。実はこの床、以前 YouTube でご紹介した床になりまして、その時は特にね、水漏れとかのために購入したというわけではなく、とにかく見た目がかっこよかったので、ちょうど6畳分をね、購入して使っていました。はい、また螺旋階段下ってこのね、2階に、自宅の階段上がるということで、本当はね、これ YouTube 撮影しているので、こんな風に、2倍時間かかっております。
で、この床がなんで水漏れ対策になるのかっていうことでね、材質とか細かいこと私よくわからないんですが、実際にここに水をこぼした時に、給水せずに弾いてたんですよね。それを見て、これ結構一時防水的には使えるんじゃないかなと思ったんです。値段もね、正直かなり高かったので、これそのまま捨てるのはもったいないと思って、はい、今回使う決断をしました。で、これ実はですね、このタイルなので、このつなぎ目っていうところに水が入る心配がありますよね。それをこんな風に実はこれ、カチッとはめ込むことで、ほとんど隙間がなくなるんですよ。で、これ実際ちょっと試したからわかるんですけど、ここに水がかかってもね、全然一切こう水が入っていくっていうことがなかったんですよ。ポイントはぴったりこうひっつけるっていうところになるんですが、この辺はね結構コツでしっかりこう合わせながらずれないようにするっていうのがこう2段目3段目にとって結構大事になってきますので、はい、その辺がコツかなと思います。あとはこんな風に、はい、はめ込んだらしっかりハンマーで叩くことでしっかりと隙間なくはめ込むことができます。はい、とりあえず仮置きしてみました。こうやって見てみると若干ねやっぱこう隙間ができるんですよね。このタイル1枚自体が幅が確か 910mm でしたかね。だからどうしてもねこんな風に部屋の幅に応じてどうしても隙間ができてしまいます。はい、実はですね、これカットができますので、自分の好きなこうサイズに、カッターで線を入れてパキッと折る形で、はい、自由にサイズを変えることができます。今回はとりあえずそこのね、様子はお見せはしておりません。そのあたりが知りたい方は、ぜひね、私が以前ご紹介したこのフロアパネルの動画を見ていただけたらいいかなと思います。さあ、どんどんもうね、とにかく向きを決めたらもうはめ込んでいくだけということで、全然難しいことはありません。はい、この時点でね、私の動画以前から見ていただいている方はお気づきだと思いますが、水受け作らんのかいってね、思われた方、そうなんです。今回は水受けをね、作らないというか、ちょっとね、違った形にしようと思っています。水受けを私のこのテナント部屋で、作ってた時はですね、しっかりこうね、木でこう基礎を作り上げて、で、木で立ち上がりの部分までね、作りました。で、そこにクッションフロアのシートを貼るということで、とにかく一時防水をするっていうのが目的でやっておりました。ただね、それね、このやっぱり自宅でやるとなると、かなりこう大きなね、木のパネルというかベニヤですかね、その辺をこう2階に持ち運ばないといけないっていうしんどさと、どうしてもやっぱりねかなりお金使ってたので、はい、私前回動画でねお話した通り、170万1年間で使っておりましたので、これ以上はもうねさすがにあんまり使いたくないなっていうのもありまして、今回は、そういうのはなるべく簡略にして、はい、対策をしようという風な魂胆で言います。果たしてこれがねうまくいくのかっていうのはどうなんでしょうか。なんとも言えないところですね。正直ね私がテナント部屋で作ってる水受け結構ね意外とこれね自分でなんですけど、自分で言うのなんですが、結構ねクオリティ高いと思うんですよ。クッションフロアを使ったっていうのはね結構こうナイスアイデアやったんちゃうかなってね今となっては思います。ちょっと自画自賛で申し訳ないんですが、これねもうテナント退去するときにちょっともう放水実験したのかなと思うぐらい、それぐらい結構自信あるんですよ。だから性能的には結構いいんちゃうかなと思ってるんですけど、ただやっぱり見た目がね、あれ作った瞬間皆さんどう思いました？私はもうねヒノキ風呂やんで、もうほんまにヒノキ風呂にしか見えなくなって、見た目的にはね正直気には入ってなかったんですよね。やっぱり段差が気になりますよね。どうしても、それがね、お風呂感、満載っていうことと、やっぱり木ね、木材と、やっぱクッションフロアっていう材質の安っぽさ。はい、それと比べたら見てください。このタイルのこのなんというか高級感。めちゃくちゃいいですね。ちょっと170万使ってしまったことを忘れさせてくれるぐらいテンション上がってきます。ここね、ちょっと隙間あるの皆さんわかるでしょうか？これはですね、わざとというか、はい、私にはね、アイデアがあります。大丈夫です。はい、実はね、この奥なんですが、植物を置こうと思っています。で、そのために若干ね、こう高さを、この床の高さをね、上げようっていうのをね、今考えてるんですよ。その辺はまたね、別の話になるんですが、はい、見てください、この高級感。一気にね、この可愛らしい子供部屋の空間から大人の雰囲気に変わりましたよね。
いや、やっぱり床が変わるだけでこんなに違うんですね。このやっぱグレーのコンクリート感めっちゃいいですね。はい、まあということでちょっと自画自賛してるんですけど、これね、一点気になるところやっぱありますよね。それが、この床と壁の間のこの見切りの部分、ここにどうせ水入るやん。ね、皆さん思われたと思います。いや、安心してください。私にはアイデアがあります。いや、なんかこれ癖になってきたな。なんか英語っぽい感じね。I have an idea みたいなのあるじゃないですか。まあ、そんな感じでね、私にはアイデアがあります。入らんかな。さあ、ということで、どういうアイデアかと言いますと、まあ、そもそもね、やっぱりね、このね、床と壁のこの間って、やっぱりどうしても水入っていってしまうと思うんですよね。で、これね、私、まあ、今となってはっていうところで、いや、違うかもしれないんですけど、ちょうどこれね、2階、横が吹き抜けになってるんですよ。で、吹き抜けにこのライトがありまして、吹き抜けをこう照らすようなね、まあ、おしゃれなライトあるんですよ。それがね、つかなくなってます。はい、これね、私の妻がですね、いや、ライトなんかつかんくなったみたいなね、急に言い始めたんですよ。いや、で、ちょっと私ね、心当たりがあったというか、結構ね、やっぱり水漏れしてたんですよね。もうその自覚はあって、で、しばらく水漏れしていることに気づかないとかね、もう割とあったんですよ。で、その時にもしかしたらこれワンチャン水染み込んでなんか電気系統やらかしてんちゃうかなみたいなね。いや、そんなことないですかね。全然関係ないかな。いや、ちょっともう嘘でもいいから関係ないって言ってほしいぐらいなんですけど、まあまあ、いや、ただね、やっぱりあり得ると思うんですよね。この隙間から水が入っていって、まあそのね、下の階に、何かこう響いていったりとか、もうそうなったら本当に最悪もうマジで引退ですから、それだけはね、避けないといけない。はい、ということで私にはアイディアがあるんですよ。それがこちら。木です。はい、いつもの木。まあ、いつもの木というか、これね、35ミリ角の赤松の木かな。まあ、ホームセンターでですね、私のテナント部屋で、主に使っていた木材になります。で、これもね、やっぱりもう木材高いので、いや、私、ホームセンターでむちゃくちゃ使ってましたからね、まあ、30万ぐらい使ってたんで、いや、もったいないっていうの思いがどうしてもありますので、まあ、とにかくね、使えるもんは使っていこうという精神で、はい、もうなるべく、無駄にこう捨てずに、まあ、これこそエコですからね、もうエコで、いや、今年は行きたいなと思ってますので、いや、なるべく使えるものはこう使っていこうという、まあ、コンセプトでね、まあ、できる限り、まあ、できる限りやっていきたいと。はい、でこの赤松材をですね、この端っこ角にちょうどこう置いて、でこれねまだやってないんですけど、なんか接着剤か、そうですね、なんかもう、まあわからんけど、なんかボンドとかこうシーリングとかコーキングかみたいなんで、この床にね貼り付けてやろうと思ってるんですよ。でそうすることでまあ、要は水受けをね、同じようなその要領でこの立ち上がりの部分がそれでねできるんですよね。でそこで、水をある程度こうシャットダウン、まあ、防ぐというか、そこから漏れないようにっていうようなことを今考えてます。まあ、床材のねその部分の再利用ってもう二度とできなくなってしまうかもしれませんが、まあ、別にねいいんですよそれは。これ自分のね自宅の床じゃないんで、さすがにそれはねまあいいでしょう。でこの赤松の 35mm の角材をですね、私とにかくめちゃくちゃストック持ってますので、いやこれで棚作ったりとかエキスパンドメタルとかね、こういう金属とかも使いながらこう組み合わせながらむちゃくちゃかっこいいね空間、そして収納力もとにかくある、もう20畳の部屋からこう 4.5 畳にね、もう基本も持っていけるもん全部詰め込んだろうと思ってますんで、はい、その辺を今考えているところです。はい、ということで今回は20畳の広い部屋から 4.5 畳の激狭の部屋まで移行する計画ということで、まず第1弾、防水のための床の処理をしてみました。いや果たして20畳のものがここに入るのかっていうのはね結構気になるところですよね。もう私もね正直分かりません。分からないんですが、もうできる限りね、なんかこう工夫をしてやっていこうかなと今ちょっとねワクワク逆にしてきました。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。いやほんまに 4.5 畳の狭い部屋に入るんかいと思われた方はぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。